うございます。なごみけです。今回紹介するのは大学生のデスク環境。オンラインでの大学の講義や就活を経てコツコツとアイテムを集めたり手放したりを繰り返してたどり着いた今の自分なりの正解のデスクです。およそ1年前にも同じテーマで動画を作成しましたが、その頃と比べても細々としたアップデートを図っているので、ぜひそちらと合わせてチェックしてみてください。昨年のデスクが効率化なら今年のテーマは最適化。それではデスクツアー行ってみましょう。まずはメインとなるデスク本体。スタンディングデスクの脚部に天板を DIY でネジ止めしたオリジナルデスクです。足はフレキシスポット。多くの方が使っていて信頼できるデスクのブランドです。授業ややることが多いとデスクの前にほぼ丸1日いるような時もあるので、座り疲れた時に高さを変えて立ち作業で気分転換を行うことが多いです。デスク横のコントローラーでは3つの高さをメモリーできる機能があるので、僕は座り作業の高さ、立ち作業の高さ、デスクを使わない時にモニターの位置を見やすい高さ、この3段階を登録しています。天板は足場板の古材。独特の雰囲気があり、ガジェットまみれのデスクが硬い雰囲気になるのを抑えてくれています。また、ちょっとやそっとの傷が全く気にならないのもこういった素材の特徴です。サイズは 120cm×60 センチ。なんだかんだこれが大きすぎず小さすぎないベストなサイズ感だと思います。では、ここからはデスク上についてご紹介していきたいと思います。正直僕の一番の理想はデザイナーさんのデスクによくある iMac1 台を置いてちょっとした小物を置くくらいのすっきりとしたデスクです。ですが外出してパソコンを使うことが多い僕のライフスタイル的にノートパソコン1台で全てをこなせるというのが必須条件になってくるので、いかにそのミニマルさを工夫によって実現するかというのを考えています。まず最も存在感の大きいこちらのモニターはデルのウルトラワイド曲面モニター。僕は家にいる間のかなりの時間をこのモニターの前で過ごすので、やっぱりノートパソコンの画面だけだと心もとないんですよね。横長なので複数のアプリをストレスなく同時に表示できます。家でリラックスしながら何か調べ事をするときにもちょっとした作業にもこのマルチウィンドウ体制は必須です。画質は 4K に劣りますが、この横長であることの方が個人的には重要でした。このモニターに関するレビューは別で行っているのでぜひ見てみてください。個人的に最大の特徴だと思うのはポート類の豊富さ。このモニター自体に周辺機器類を全て接続することができるので、家に帰ってきたら MacBook をケーブル1本つなぐだけで全てにアクセスできるという環境を作ることができました。ディスプレイが USB ハブの機能を兼ねているので、ディスプレイと周辺機器を接続するケーブルが煩雑になりがちですが、こうした細かいケーブルは伸縮性の高い変素チューブを使って1本の太いケーブルのように見せて見た目もすっきりさせています。モニターの上の部分にはロジクールのマイク内蔵ウェブカメラとシャオミのモニターライト。カメラは 1080p で MacBook Air に搭載されているものよりも高画質です。マイクもいろいろと実験してみた結果、普段のちょっとしたオンライン授業や会議ならこれで十分だという結論に至ったので、オンラインでのミーティングなどがあっても何も準備することなく、自動で接続されているこちらのカメラとマイク、そして大画面のモニターで問題なくシームレスに会議に参加することができます。モニターライトはデスクライトなどと比べてやはり圧倒的にコンパクトでありながら、夜などに手元を照らしてくれるというのが大きな魅力ですね。これまで普通のデスクライトを使っていたんですが、視界の邪魔にならずデスク上だけをピンポイントで照らしてくれるという点でモニターライトに切り替えました。そしてこれらの機器は Amazon のモニターアームで支えています。このモニターアームの幹の部分には DIY で新たにシェルフ部分を追加しました。このシェルフ部分のレシピはこんな感じです。クランプ式のモニターアームで、本来モニターとくっつけるマウント部分にこの円形の木材をネジで固定して棚のようにしています。その上にスピーカーと先ほどの Xiaomi のモニターライトのコントローラーを載せています。なぜこの棚を作りたかったかというと、こういったどうしてもデスク上からどかすこともできない小物たちを置きたくなかったからです。ミニマルなデスクを試行する自分としての理想形は、デスクに乗っているのはモニターアーム1本という状態。このシェルフを追加できたことで完全にそれを達成することができました。
さて、スピーカーは BOSE サウンドリンク Resolve Plus 2。個人的にオーディオブランドは BOSE が好みです。プロダクトとしての美しさもそうですし、360度スピーカーなので部屋のどこにいても繊細かつ迫力のあるサウンドを楽しめます。基本的にディスプレイとは AUX ケーブルで接続しながら使っていますが、スマホなど他のデバイスから流したいときや持ち出して使うときには Bluetooth で接続します。充電スタンドも使っていて、どこか持ち出していても置くだけで充電が可能です。やはりステレオではないので音に包まれるような感覚はデスクトップに劣りますが、部屋全体に音を行き渡らせるのはこちらの方が得意。一長一短なので今の自分に合うものを選びました。デスクの上に置いているのはこの3つだけ。キーボード、マウス、トラックパッドです。すべてワイヤレスで MacBook と接続しています。キーボード、トラックパッドは Apple 純正。厚みのないキーボードですが、むしろ早打ちには沈み込まない方が向いているので、なんだかんだこれをずっと使っています。スタンドで傾斜をつけているので打ちやすくなっています。マウスはロジクールの MX-L5、トラックボールという部類のマウスで、親指の移動だけでカーソルを動かせます。トラックボールとトラックパッドを僕は左右に置いて両方使っています。というのもどうにも長所が全く違うので統一できなかったんですよね。トラックボールはドラッグ&ドロップが多い動画編集やパワーポイント、フォトショップなどで特に疲れにくさを実感します。またボールを投げるように動かすことでワイドディスプレイの広い画面の中も素早くカーソルを移動させることができます。そしてトラックパッドはそのジェスチャーの直感的な動かし方やバリエーションが魅力。直感的ゆえに何か別のことをしている時にパパッと左手で動かせるというのもトラックボールにはなかなかできない役割です。なので僕はトラックパッドを左手で動かせるように練習して、動画編集などの時には両手でこれを使えるようにしています。使い分けるというよりは両方同時に使っているイメージです。デスクの横には充電用のライトニングケーブル1本と USB-C ケーブル2本。この3本を揃えておけば基本的に困らないことが分かりました。なんだかんだデバイスの充電場所はデスクの周りが一番使いやすいです。デスク横に安価なケーブルホルダーを設置して、ケーブルの先端だけ見えるようにしつつ、お互いのケーブルが絡まないようにしています。さて、天板の裏について。裏面には僕のメインマシンである M1MacBook Air。外出先にはこれだけ持って行って、帰宅したらディスプレイから伸びているサンダーボルトケーブルを1本つなぎます。これだけで充電、モニターへの外部出力、そしてモニターに接続していた周辺機器との接続、これらを全て行います。これによってこのモニターをデスクトップ PC のように使うことができます。この時の MacBook すらデスクの上に置きたくなかったので、天板の上にワインラックを固定して作った引き出しの中に MacBook を収納して視界に入らないようにしています。基本はクラムシェルモードとして使っていますが、もう1枚ディスプレイが欲しい時にはこの MacBook を出して PC スタンドを置いてデュアルディスプレイとして使うこともあります。よくあるのはワイドモニターで作業をしながらこちらのモニターに Amazon プライムビデオを流すみたいな使い方です。そして他にも天板の裏にはカメラで撮った写真や映像を取り込むための SD カードスロットと、使い終わった動画素材などを保存しておくための 10TB のハードディスク。これらも先ほど紹介したウェブカメラやスピーカーと同様、ディスプレイに直接接続しているので MacBook にサンダーボルトケーブルを挿した瞬間、これらにもアクセスができるようになります。ちなみに SD カードスロットから伸びるケーブルや MacBook とディスプレイを接続するサンダーボルトケーブルはこうしたピン型のホルダーでガイドしたり、面ファスナーを使ってデスク裏に這わせることでだらーんと伸びきることがありません。ここまで周辺機器を揃えているとケーブルが煩雑になってきます。これらを完璧に整理するのは難しいので、僕が使っているのがケーブルトレイです。天板の裏に固定して中には10アナの電源プラグ。ディスプレイなどへの給電はここから行いながら、周辺機器との接続で余ったケーブルをこのトレイの中に押し込んでいます。なのでデスクから出ているケーブルはこの電源プラグそのものに給電するためのケーブル1本だけです。と、ここまでがデスク本体でした。念のためその周りも紹介しておきましょう。使っている椅子は eWin のゲーミングチェア。
インテリアとしてはちょっとしつこいですが、僕の部屋にはベッドがないので、フルリクライニングにすれば一時的なリラックスもできるこの椅子を重宝しています。部屋の中でできるだけ悪目立ちを抑えるためにフルブラックのものを選びました。また、細々とした文房具や小物は別でキャビネットを用意しています。IKEA のもので中にどういったものを紹介しているかは別の動画でまとめているので、そちらをご覧ください。キャビネットの側面にはマグネットで固定した山崎実業のティッシュケースとマスクケース、同色で目立たず取り出しやすさを維持しました。これが僕のデスク周り。だいぶ苦労しましたが、ガジェット好きでありながらインテリア好きでもある自分としては、そのどちらかの要素に偏らない自分なりに満足のいくデスク周りになったと思います。ぜひ参考になる要素があれば試してみてください。ということで、このチャンネルでは他にもインテリアやガジェット、ライフスタイルの動画をいろいろと上げているので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。以上、なごみけでした。では。